こんにちは。ご覧いただきありがとうございます。ここは金沢駅です。今回は特急花嫁のれんに乗車し、金沢から和倉温泉まで行きたいと思います。七尾線の観光列車花嫁のれんは金沢駅の在来線 IR 石川鉄道の4番乗り場から出発します。金沢駅4番乗り場はホームのかなり端っこにあります。こちらが4番乗り場です。一部の IR 石川鉄道の電車も発着しますが、花嫁のれんの専用ホームとなっています。10時36分、特急花嫁のれんが4番乗り場に入線してきました。まもなく4番乗り場に11時ちょうど発特急花嫁のれん1号和倉温泉行きが到着します。危ないですから足元の黄色い点字ブロックまで下がってお待ちください。 Your attention please. 真っ赤な車体に黒いラインの入ったとても派手な列車です。輪島塗や加賀友禅をイメージしたあでやかな外観は JR 西日本の観光列車の中でも群を抜いて美しい見た目でした。先頭車両の中央には伝統工芸である鏡水引をモチーフにしたロゴマークが設置されていました。花嫁のれんは花嫁の幸せを願い、本年の日にのれんを贈る石川県の風習があり、乗客の幸せを願う思いから列車名を花嫁のれんと名付けられました。ホームにはこの花嫁のれんがかけられており、乗客はのれんをくぐり列車に乗車することになります。車体側面の特に出入り口部分には金色の花の模様が描かれており、特にきらびやかで優雅な印象でした。外観のきらびやかなデザインや伝統的な加賀友禅をモチーフにしていることから高級な着物をイメージしてしまいました。前面、側面ともとても派手ですが、金沢らしい上品な優雅さの漂う最高に美しい列車に仕上がっていました。まさに金沢の伝統帯をまとった車両に乗って能登半島を旅することのできる列車でした。出発の15分前には車内に入ることができました。外観もきらびやかですが、中もとても豪華な作りの車内でした。2両編成のうちの私たちが乗車したのは1号車でした。1号車はほぼ全ての座席が個室風に仕切られており、プライベート空間が保たれた構造となっています。こちらは2号車のデッキ部分です。2号車の車内です。1号車はくつろぎを、2号車は賑やかな旅を楽しめる空間を演出しており、それぞれのコンセプトに基づいた座席配置となっています。私たちの座席は1号車2人用の半個室金収の間でした。向かい合わせの座席に大きなテーブルが中央についたとてもゆったりとした空間でした。荷物などを収納する場所もあるとてもゆったりした個室風の部屋でした。カーテンは普通のロール式のカーテンでした。11時ちょうど列車は時刻通りに金沢駅を出発しました。終点の和倉温泉までは71キロ、
1時間31分の旅が始まりました。今回の動画では金沢駅から和倉温泉駅まで車窓の風景を中心にお送りします。絢爛豪華な車内の様子や設備は後日別動画で投稿予定ですので、チャンネル登録してご覧いただけたら嬉しいです。金沢駅を出発してしばらくは北陸新幹線の線路と並走します。現在走っている線路は IR 石川鉄道の線路です。金沢駅を発着する七尾線への直通列車はすべて金沢津幡駅間 IR 石川鉄道の線路を走行します。車窓右手には IR 石川鉄道の車庫が見えてきます。本日は観光列車花嫁のれんにご乗車いただきましてありがとうございます。皆様の幸せを願う列車特急花嫁のれん1号和倉温泉行きです。終点の和倉温泉まで4名のアテンダントと見習いのアテンダント計8名がご案内させていただきます。はじめに各駅の到着時刻をご案内いたします。次の各位には11時47分、七尾12時23分、終点和倉温泉には12時31分に着きます。続きまして花嫁のれんについてご案内いたします。この列車は和と美のおもてなしを表現した観光列車です。1号車は日本庭園の飛び石と加賀友禅を、2号車は流れる水と輪島塗をイメージしております。愛称の由来となりました花嫁のれんは嫁ぎ先で幸せを願って母から娘に贈られる嫁入り道具の一つです。花嫁は婚礼当日に嫁ぎ先に掲げられたこののれんをくぐり嫁入りをします。ご利用いただく皆様に幸せになってほしいとの思いで名付けられました。続きまして車内の設備についてご案内いたします。列車は前から1号車、後ろが2号車です。お手洗いは2号車デッキにございます。毎回観光列車にはアテンダントさんが乗車されていますが、今回は見習いのアテンダントさんを含む2両で8名のアテンダントさんが乗車されていました。ここで北陸新幹線富山方面への線路が離れていきました。乗車記念のボールペンをいただきました。こちらは良い記念品になります。津幡駅に到着しました。津幡駅は停車ではなく運転停車です。もちろん扉は開きません。この駅で IR 石川鉄道から分岐し JR 七尾線へと入ります。お弁当を事前に予約していたのでテーブルには着々と準備が行われていました。七尾線は全線単線のためこの駅で行き違いが行われていました。到着したのは七尾線普通電車の金沢行きです。津幡駅を出発しました。七尾線に入るタイミングで立派なお弁当が席に用意されていました。列車は IR 石川鉄道の線路と分岐し単線の七尾線へと入りました。ちょうどこの先でレッドセクションと呼ばれる交流区間から直流区間への切り替え区間を通過します。電車の場合はこの区間を通過の際切り替えが必要ですが、花嫁のれんは気動車のため切り替える必要がありません。
てご案内いたします。皆様お待たせいたしました。ただいまより車内販売を開始いたします。車内販売ではホットコーヒーや地ビール等のお飲み物、美味しいお菓子やハンドメイドレンオリジナルのグッズをご用意しております。ご利用のお客様は車内販売カウンターまでお越しください。終点和倉温泉までの乗車時間は1時間30分ほどです。早速お弁当をいただきたいと思います。今回予約したのは金沢の老舗料亭大友楼の手掛けた和軽食セットです。軽食と名乗っていますが、かなり満足のいくボリュームでした。お値段もボリューム満点の3800円でした。どれも丁寧に調理されていることがわかるとても美味しいお弁当でした。花嫁のれんの列車の中でいただくのにふさわしい華やかでおめでたい感じのするお弁当でした。石川県でお祭りなどの際によく作られる笹寿司や季節の和菓子などもあり、金沢の食文化に触れた気になることができました。本津幡駅では金沢駅の特急能登かがりビヨン号とすれ違いました。乗車している皆さんも車内販売でグッズやドリンクを買ったり、豪華なお弁当を食べたり、のんびりと車窓の風景を眺めたりして思い思いの時間を過ごしておられました。七尾線に乗車して感じたことですが、能登半島を北上するためもう少し海が見えるとも思いましたが、実際には海はほとんど見えませんでした。和倉温泉から先に進み、能登鉄道に乗り換えるといくつかの駅から海が見えるようです。七尾線の車窓からは広い大地に広がる田んぼと遠くに見える山が印象的でした。思っていたよりもはるかにのどかで穏やかな車窓の風景の続く特急花嫁のれん七尾線の車窓の景色でした。全く起伏のないようにも見える景色の中をどんどん進んで行きます。能登半島ってこんな穏やかな場所なんですね。列車は高松駅を通過しました。四国にあるあの高松駅と全く同じ漢字で全く同じ読み方の駅です。お弁当についていた金沢棒茶ですが、香ばしい香りのするすっきりとした飲みやすいお茶でした。この向こうに海が広がっていますが、海岸までの距離があるため気配はしますが、海は全く見えませんでした。まもなく白衣駅に到着します。白衣駅では約9分間停車します。花嫁のれん停車駅の中で唯一下車することのできる駅です。下車して駅の中を少し探検してみましょう。9分間の停車時間を利用し、ゆっくりと特急花嫁のれんの外からの写真を撮ることができました。駅前広場まで行き、
UFO のモニュメントの写真を撮ろうかとも思いましたが、乗り遅れがあまりに怖いので諦めました。停車時間中に普通電車が金沢に向けて出発して行きました。羽咋市は UFO の街だそうです。こちらは羽咋市のゆるキャラ宇宙人サンダンくんです。乗車してつくづく思いましたが、花嫁のれんの外観内装ですが、とても見事に金沢らしい観光列車に仕上がっていました。1号車エントランスにある販売カウンターでは、金沢のお菓子や花嫁のれんのグッズやチョロ Q、 金沢ゆかりのドリンクやおつまみまで販売されていました。9分間の停車時間は観光のための時間というよりは行き違い待ちの時間でした。この駅で2本目の対向となる特急のとかがり火号と行き違いました。対向列車だけを見てみると結構列車が来ることに驚きでした。羽咋駅を出発しました。次は七尾駅に停まります。乗車されているアテンダントさんがどなたもとても気さくな方たちで、写真撮影や使用済みの容器の回収、車内販売の声かけなどテキパキと車内で動いておられ、とても好印象でした。また金沢らしく着物で乗車されているのも素晴らしかったです。車内の設備ももちろんですが、こういったアテンダントさんはじめスタッフの方々の接客も観光列車の重要な魅力の一つだと思いました。2号車の中央には大型モニターがあり、能登の紹介映像などが流れていました。トイレの使用中表示が金沢らしくてめちゃくちゃ可愛かったです。車内でのアンケートに記入すると、メモ用紙かステッカーのどちらかをいただくことができました。私たちはメモ用紙をいただきました。ございました。まもなく七尾です。お出口は右側です。本は天然の生けすと呼ばれるほど多種多彩な魚介類が水揚げされ、寿司王国としても有名です。何が七尾に到着しました。ホームには
駅員さんたちがお出迎えしてくれていました。金沢駅にあったものと同じ花嫁のれんがこちらにも設置されていました。七尾駅では少しの方が降りて行かれました。七尾駅での停車時間は2分なのでホームに降りることはできませんでした。こちらは金沢へ帰る際に七尾で乗り換えた時に撮影しました。七尾駅、そして次の和倉温泉駅には金沢らしい観光用の駅名標が設置されていました。次の和倉温泉までが JR 西日本ですが、金沢からの普通電車はこの駅、七尾駅までです。特急のとかがり火号と花嫁のれんは一駅先の和倉温泉まで運転されています。たくさんの職員さんたちに見送られながら七尾駅を出発しました。次は終点の和倉温泉です。七尾駅を出発すると終点の和倉温泉までは5分ほどなので、今回の観光列車の旅ももうあとわずかです。ご乗車ありがとうございます。皆様の幸せを願う列車特急花嫁のれん1号和倉温泉行きです。あと5分ほどで到着となります。お出口は右側です。車内にお忘れ物ございませんようご支度をしてお待ちください。今回私たちは和倉温泉到着後、能登鉄道 JR 七尾線の普通列車を乗り継いで金沢まで戻りましたが、和倉温泉のホテルに宿泊し、のんびり温泉に浸かって帰るのも良かったと思いました。次回七尾線に用事はぜひ和倉温泉に宿泊したいと思いました。七尾和倉温泉間ではほんの一瞬ですが海を見ることができました。列車名の花嫁のれんに込められたお客さんへの幸せを願う思いも素晴らしいですが、車内の内装、そして外観も金沢らしい装いの素晴らしい観光列車でした。特急花嫁のれん号は2024年1月の能登半島地震において大きな被害を受けた七尾線が走行区間です。震災から1年以上もの間運休し、2025年3月に団体専用列車として運行が再開されました。さらに1年後の今年の3月からは一般発売も再開され、窓口等で予約することが可能となりました。七尾線の列車に乗車し、窓から見える景色を眺めていると沿線はかなり復興されているように感じますが、能登半島全体ではまだまだ復旧されていないのが現状だと思います。一日も早い震災地域の復興を心からお祈りしたいと思いました。これといったかしこまった到着の放送もなく、あっけないほどあっさりと終点の和倉温泉駅に到着しました。観光列車花嫁のれんはしばらく和倉温泉駅で停車した後、七尾駅まで戻り、夕方の運転まで休憩します。和倉温泉まで向かう能登鉄道の列車が到着するまでの間、ゆっくりと観光列車の写真を撮ることができました。今回の動画は以上です。ご覧いただきありがとうございました。JR 七尾線を走る絢爛豪華な金沢を代表する観光列車特急花嫁のれん号、乗車の際の参考になりましたら嬉しいです。今回の動画では金沢駅から和倉温泉駅まで各駅での模様や車窓の風景をお送りしました。豪華な車内の様子や設備は後日別動画で投稿予定ですので、チャンネル登録してご覧いただけたら嬉しいです。今後も鉄道
旅行、ホテルの動画を投稿していきますので、高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。コメントもいただけると、とても嬉しいです。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。